どうしていくかというと、関節を使っていきます。少しだけ開けて上から乗せて握って体で絞る絞る絞る。腰を使って軸回転するってことです。で次の手技がリンギングです。これ皆さんしっかり覚えていきましょう。このリンギングはいろんなところで出てきますし、すごく喜ばれる手技じゃないですけど送信系の技術なので、結構なんかこう絞られてるとか、なんかこう痩せそうみたいなお客さんがね喜んでくれる手技でもあります。なのでちょっとしっかりお伝えしていきますね。この手技必ず覚えていきましょう。どういう動かし方をしているかと言いますと、まずですね手をこうそのまま置きます。でこれさっきの摩擦フリクションとの違いは何かというと、摩擦フリクションは親指の位置がここ、リンギングの場合は親指の位置が、掴んでるイメージですよね。グッと、そうちょっと手元のアップで見ていくと親指がこう掴んでるイメージに、摩擦フリクションはこうでこうやってた。でもニーディングの場合はちょっとねこう掴む感じ、こんな感じです。こういう感じで掴んでいきます。それで、動かしていきます。じゃあちょっと手元のアップで動かし方を見ると、そこからさっきの摩擦フリクションと一緒の動きでもうこうやってやっていきます。動かし方はね、なんだこんな感じかって、イメージ的にはね雑筋絞り、もう足を雑筋だと思ってください。それはちょっと失礼か、ダメだね。足を雑筋って思うとやばいと思うんですけど、雑筋を絞るかのようによいしょよいしょよいしょって絞っていきます。でこの動かし方なんですけどコツがあります。これもコツがあるので、じゃあ体の使い方見ていきましょう。体の使い方はまずですね、これねポイントは全身でやるってことです。さっきも言ったように手首だけでやってる人とかっていうのは、摩擦フリクションも言いましたね。手首だけでやるのはダメですよと。手首だけでやってる人ってこんな感じなんですよ。体動いてないんですよ。でこれは全然パワーがないです。だって手首の動かしパワーなんてたかが知れてるんですよ。なのでどうしていくかというと、関節を使っていきます。関節ですね。なのでまず手首の関節だけ使っていくと、動かし方としてはこんな感じ。これ手首の関節だけでやってる。で肘を使います。肘ですね。肘を使ったらどうなるかというとこんな感じ。これ肘を使って手首と肘だけでも体は動いてないですよね。軸は動いてない。で続いて肩関節も使います。肩関節を使うって感じですね。肩を使っていく。で肩を使っていくとこんな感じでも体の軸はね動いてないんですよ。肩関節だけ動いてる。ある程度パワーは乗りますよね。ただ、やっぱり本当の力はあまり乗ってなくて、次が腰を使って軸回転するってことです。この回転していく。この回転をすることによってすごくパワーが生まれます。腰の回転を使っていくってことです。で昔ね、過去にもかなり前、何年前かな、結構前にも、リンギングとニーディングの違いっていう動画を上げているので、そこもねよかったら、もしよかったらね細かく説明しているので見ていただければと思います。腰の回転を入れてやっていきます。手首、肘、肩、腰で絞るんですよ。つまり全身で絞っていくってことですね。手首だけでもダメ、肘だけでもダメ、肩だけでもダメ、腰だけでもダメ、全部を使って絞る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 っていうのでパワーを生み出していきます。でこの時もやっぱオイルの量注意ですよね。オイルの量少ないと、もちろんパワーが強い分絞るパワーが強いんですね。オイルがほとんど少なかったら痛かったりもするので、多すぎても滑っちゃうので注意してください。でこれね、前の動画、過去に上げた先動画ってお伝えしたんですけど、そこでも説明してなかったんですけど、もう一つ2つ関節実は入れることができます。これね超ハイレベルなんで授業とかでもあんまり言ってないんですけど、膝関節と足の踏ん張ってる時の足の親指の付け根にちょっと力入れるともっとパワー生まれるんですよ。どういうことかというと、この膝ですかね。膝を、要は腰だけの動きだったらそんな動かないんですけど、膝使ってグー、ちょっと膝を使うことによって膝をこう入れるんですよ。もうちょっとねマニアックすぎるからねちょっとここまではねやばいんですけど、膝をグッて入れることによって体の回転がねギュッていけるんですよ。そうです。膝も実は入ってるんです。
腰ももちろん入ってるんですよ。腰回転だけでいうとこの回転になっちゃうんですよ。でもうまく膝をグッと入れることによって、前にグッとなることによってこっちの力が入ります。でこういく時も膝が今度こういきますよね。つまり膝は結構動いてるんですよ。実際やってる時って結構膝動いてます。で足の親指の付け根で地面グッて踏ん張ってかませてるっていうか、そこでね地面をねギュッてね掴んでるんですよ。掴んでグッグッてやってます。要は、足首のね柔らかさも大事なんですけど、足の親指の付け根で地面をしっかりこう捉えていく、捉えた上で絞ってるってイメージですね。はい、こういう風にね全身を使ってるっていうのはちょっとね見えてないんですけど、やってます。ちょっといきなりこれ見たらビビるというか、わこんなマニアックに細かく説明するんだって思ってると思うんですけど、もちろんねプロの方もかなり見ていただいているので、まずセラピストになりたての人は腰まででいいです。腰まででこう回転できるっていうところまでやって、でもうプロでね何年もやってるっていう人はちょっとこだわってしっかりこう絞れるように体の動かし方を意識してやってみてください。はい。で、またコツもねこの時に摩擦フリクションと同じです。上から少し圧かけるんですよ。で摩擦フリクションと違うところはちょっとアップで見ていくと分かるんですけど、上からただ圧かけるだけじゃなくてただ上から圧だけじゃなくてこっちの力も必要なんですよ。この握る力じゃないと上の圧だけだったらこうなっちゃいますよね。なので密着させてグッとちょっと掴むようなイメージです。掴んだ上で少し上から圧かけて絞っていきます。そうするとものすごくいい感じに絞れます。であとですね注意してほしいのはここの間、親指から人差し指のね親指から人差し指のこの線とこの線のこの間の広さが常に指1本分ぐらい空いて、その指1本分を常に維持しながら動かしていきます。指1本分じゃないとどうなるかというと、どうですかね、こんなに離れてたらこれ摩擦起きないんですよ。これ何を起こしてるかというと、こことここでグーって絞ることによってこことここで浅いところの組織が摩擦が起きてるんですよ。グッとこっちに戻るパワーとこっちに行く力がギューッとここでぶつかって絞るっていう力が生まれるんですね。離れてるところ起きないんですよ。でこのリンギングっていうのは浅い組織に働きかけます。皮膚の表面に近いところ、その皮膚の表面に近い脂肪とか筋肉とかにアプローチしてやっていくので、結構ねこれも実は摩擦系でいくのですごく温まりやすいんですよ。はい、なので指1本分っていうのを必ず覚えておいてください。指1本分ですね。開けていく、開きすぎてもだし、これ閉じすぎるとどうなるかというと、男性のお客さんなんかはこれねすね毛がここに巻き込まれちゃうんですよ。これ閉じすぎちゃうと実はすね毛が巻き込まれちゃうのと、適度に開いてないとこのひねった時の絞る ある意味こうスペースっていうのかな、スペースがなくなっちゃうので、こうやってやっててもあんまり摩擦が起きなかったりもするので、少しだけ開けて上から乗せて握って体で絞る、はいっていうこう細かい解説していくんですけど、こういう動かし方です。どこにアプローチしてるかも分かりましたよね。皮膚の表面だから、触ったら皮膚の表面めっちゃあったかいです。これもサーモグラフィー欲しいです。本当買おうかな。あったかいです。だから今どういう手技でどこにアプローチしてるのかっていうのを知っていくのが大事なんですよ。でただこういうのを細かく知らなかったらどうなっていくかというと、その手の広げとか、距離とかどういうふうに圧かけたらいいか分かんないんで、ただ体を動かしてこうやってやってますやっちゃうと魂がこもってないマッサージなんですね。それぞれの手技の意味だとかどこにアプローチしてるかっていうのをしっかり頭の中で把握して、そうすればどういうふうに圧をかければいいとか、どういうふうに、こうね手の広さとかっていうのも分かるようになります。なのでまずはその意味とか、今自分は何をしてるんだろうって本質的なところを考えていくことによって、手技に魂が宿って、それがやっぱ生き生きしてくるというか、手技が生き生きしてきて、お客様にもよりいいアプローチができて、より効果的にアプローチができるようになります。はい、なのでここでは摩擦も起こしつつ、皮膚の表面の組織をかなりこうねぶつけ合って温めて
で、しかも絞ってるってことですよね。絞って送信系の技術です。脂肪とか筋肉、もちろん筋肉とは皮膚のね、組織に、皮膚の近いところの組織、浅いところにアプローチしていくので、深いところではありませんよと。だからグッと乗って握って体で全身でやりつつ、指は1個分っていうようなコツをしっかり意識していきながらやってみてください。はい。でこれも同じです。やっていくんです。こっちから、さっき摩擦こう戻ってきました。そしたら親指の手を組み替えて握るようにして、ここでリンギングをしていきます。で際から今日までやっていきたいんですけど、アキレス腱のところもねやっていくんですけど、アキレス腱があまり上にグッて乗らないですけど、これ関節なんで関節上からグッと乗らないように注意してください。この辺とかはね筋肉がねまだそんなにないとこなんで、だいたいメインはここですよね。ふくらはぎの皮腹筋のねこのモリッとしたところをメインでやっていくので、この辺はねもちろんグッてやるんですけど、あまりやりすぎて足首に負担かけないように注意しながらしっかり絞って、この辺ぐらいからもうフルパワーですよね。上からも圧かけて握る力も入れて体を使ってしっかりやっていく、こうすることによって温まるし絞れて、実は老廃物も流しやすくできます。上までいったら戻っていく、下まで。はい、これがリンギングですね。はい。でニーディングっていう主義もあります。これリンギングニーディングって書いてあるから、ニーディングもやるのかなっていうのがあると思うんですけど、ニーディングはもちろん時間がね長いコースだったらここでニーディングしてもいいんですけど、ニーディングはね太ももの方がやりやすいので、これまた後ほど太もものところで詳しく解説していきます。はい。でその後ね、8の字ニーディング、無限の字、かっこいい言い方するとインフィニティニーディングって言うんですけど、無限の字でやっていきます。動かし方はねここがねちょっと複雑なので、結構苦手っていう人も多い主義かもしれないので、どういう動かし方をするかっていうところだけまず説明していくと、動かし方的にはこんな感じです。こんな感じ、こんな感じですね。でちょっと解説していきますと、はい、では手元のアップをしながら解説していきます。どうやってるかというと、